ルノワールの筆が語る甘美なる果実。いちご、1905年頃制作をめぐって、オランジュリー美術館に所蔵されているピエール・オーギュスト・ルノワールのいちごは、彼の晩年に描かれた生物画の一つであり、果物を主題とした一連の作品の中でも、ひときわ穏やかで親密な空気を漂わせている。本作は、2025年三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠においても、その対照的な美学の焦点として展示される重要作の一つである。印象派として出発したルノワールは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、人物画や風景画に加え、数多くの生物画を手掛けている。特に晩年には、リウマチによる身体的制約を抱えながらも、絵筆への情熱を失うことなく、身近な対象果物、花、陶器、布を描き続けた。いちごもその流れの中に位置づけられる作品であり、限られたモチーフに全ての視線と思いを注ぎ込むような凝縮感が画面に漂っている。構図はごく簡素である。陶器の皿に山盛りにされた赤い果実。背景は柔らかな布地とテーブル。画面右端には器の円がちらりと見切れている。だがその限られた視覚情報の中に、驚くほどの豊かさと多様性が込められている。いちご一粒一粒の描写には、見る者の視線を誘うような鮮烈な赤と艶やかさが宿っている。ルノワール特有の輪郭線を溶かすような筆使いと、微細な赤の回調によって、果実は単なる食物ではなく、生命そのもののように感じられる。背景とのコントラストも見事で、果実の濃密な赤が、生成の布地や陶器の柔らかな白とぶつかり合うことなく調和している。その調和の中に、静けさと色彩の喜びが共存する。本作は視覚的快楽と官能性、そして対象への慈しみを同時に備えており、まさにルノワールの美的世界を凝縮した小宇宙である。ルノワールは生涯にわたって絵は楽しいものでなければならないと語っている。その言葉通り、いちごには見る者を幸福へと導く穏やかな力が満ちている。果物というモチーフは美術史上、享楽、官能、儚さ、自然の豊かさなど多くの意味を担ってきた。中でもイチゴは、その色と形ゆえに、少女の唇や頬、あるいは恋の予兆といった象徴的な読み取りも可能な果実である。だがルノワールはそうした偶意性を誇張せず、むしろ無意識に、あるいは意識的に排除するかのように、純粋な、見ることの喜びだけに集中している。これは、ルーベンスやブーシェといった18世紀のフランス絵画の系譜を組みつつ、近代の新たな感覚主義を切り開こうとする姿勢とも見て取れる。とりわけ晩年の彼にとって、絵を描く行為そのものが制限された体の中で自由を得る唯一の手段だった。リウマチの進行によって手指の自由が失われ、筆を包帯で手にくくりつけて描いていたことは有名である。だが、イチゴからは、そのような困難の影すら感じさせない、むしろ生の喜びそのものが伝わってくる。色彩はまるで絵筆からではなく、彼の手のひらや心臓から直接キャンバスに染み出してきたかのようである。ルノワールにとって色彩は単なる視覚要素ではない。それは触覚的な体験であり、感情のひだであり、愛撫の手つきであった。イチゴにおける赤の多様な層は、いわば絵画における皮膚のようなものであり、見る者は視線を通じてそれを撫で、味わうことができる。画面には、冷たさや硬さは一切存在せず、すべてが柔らかく、親密で、温かい。このような色彩の感覚的アプローチは、フォービスムの先駆ともなったマティスや、親密な室内空間を描いたボナールといった広大の画家たちにも影響を与えている。だが、ルノワールの色彩は彼らと比べてより感情に即しており、知的構築よりも直感的な感性の中で熟成されている点で得意である。赤は赤として、白は白として、彼の手の中で有機的に呼吸し始めるのだ。2025年の展覧会では、本作がポール・セザンヌの生物画と並べて展示されるという点にも注目したい。セザンヌにとって果物は、視覚の構造を解明するための道具であり、画面を支配する構築的な重量の単位であった。彼の果物は冷たく、動かず、厳格である。それに対し、ルノワールの
イチゴは温かく、柔らかく、触れたくなるような感覚の泉である。両者の生物画を併置することは、印象主義からモダニズムへの移行における感覚と構築の分岐点を明らかにする上で極めて有効である。美術史において、果物は単なる対象物ではなく、芸術家の思考と感情を託す鏡であり続けてきた。セザンヌは構造を描き、ルノワールは愛を描いた。果実一つにも、それぞれの人生観、芸術観、そして世界との向き合い方が表出している。果実という祝祭、ルノワールのイチゴは、小さな画面の中に、絵画という行為の根源的な喜びを宿している。それは色彩への目であり、触覚的な視覚体験への信頼であり、何よりも日常の中の美への確信に満ちている。見る者はこの作品の前で時間を忘れ、視線を委ね、果実の香りすら感じ取るような錯覚を覚えるだろう。静かに湧き出す赤の波紋に触れながら、ルノワールが晩年なおも手放さなかった見ることの喜びに私たちは共に包まれるのだ。彼が果実に託したのは、絵画が人間に与えうる最も純粋な幸福、それは技巧でも思想でもなく、ただ一瞬の美そのものである。そしてそれこそが、現代においてなおルノワールをモダンの先駆として再評価すべき理由なのである。ルノワールの芸術は、近代化の荒波の中で失われがちな感覚の快楽を取り戻す場でもあった。彼の作品を前にすると、私たちは芸術がいかにして日常の中に静かな奇跡をもたらしうるかを知る。それは決して大行なドラマではなく、むしろ誰の目の前にも等しく開かれた、柔らかく差し出された世界である。また、日本におけるルノワール需要は、戦後の美術教育や印刷文化を通じて広く浸透し、とりわけその優美で親しみやすい作風は、時代を問わず高い人気を持ってきた。今回の展覧会におけるイチゴの公開も多くの鑑賞者にとってルノワールの本質と改めて向き合う契機となるだろう。最後にこの作品の絵肌に宿る幸福の質について改めて述べておきたい。ルノワールにとって幸福とは苦しみの不在ではなく、むしろ痛みや限界の中でなお幸を見出す力であった。イチゴの赤は単なる果物の色ではなく、生命を肯定する芸術家の熱そのものなのだ。絵画が人間の尊厳を育む手段であることを、ルノワールは語ることなく、ただ描くことで示してくれる。